今日は干し柿を作りたいと思います。無農薬の渋柿を取り寄せました。農家さんから直接。本当は山で取りたいところなんですけど、ちょっと取れなかったので取り寄せました。で、何度かいろんな方法で干してみて、一番私的にこの干し方が究極に美味しい干し柿ができると思うので紹介したいと思います。色も綺麗で甘みもすごくあってとても美味しい干し柿ができますので、ぜひ試してみてください。で、私毎年梅干しもつけるんですけど、梅干しと同じくこの渋柿も届いてすぐ干すんじゃなくて、何してるんですか？おかしい。よいしょ。届いて2週間ぐらい箱に入れたまま追熟させてます。で、結構もうギリギリで中にはもうちょっと柔らかくなりすぎてしまったのもあるんですけど、これはこれで食べるので。で、追熟させると赤みが増して、でもちろん甘みも増すので、干し上がった時に赤くて色も綺麗で甘みもあってすごく美味しい干し柿ができます。ただやっぱりちょっと糖分が上がるので乾きにくかったりカビやすかったりするので、その辺も気をつけつつ作ると本当に美味しい干し柿ができるので、ぜひ試してみてください。もちろん追熟させないでそのまますぐ干しても美味しい干し柿ができると思いますので、では早速作っていきたいと思います。今回これ無農薬の干し柿8キロで用意するのが、消毒用のホワイトリカー35度、果実酒用のホワイトリカー、もしくは焼酎でも構わないですし、こういった食品用のアルコールスプレーでもいいと思います。で、ハサミとざるとか、あと吊るす用のこれタコ糸、100均で買ってきました。もしくは白いナイロンの紐でも何でも構いません。では早速作りたいと思います。よいしょ。もう乾いた。で、干し柿用の渋い柿って干しやすいようにこうやって T 字に丁寧に枝が残してあるので、この枝は取らないようにこのヘタを取っていきます。このヘタの部分、これが残っていると日傘みたいに干し上がってだんだん実が小さくなった時に影になってしまってカビやすくなったりとかするので、これを手で取るか、もしくはハサミで切るか、やりやすい方で先に洗ってしまうと、このヘタのところを切ると意外と無農薬だと虫さんとか、あとホコリとかゴミが出てきたりするので、いつもこのヘタを取ってから洗ってます。ヘタを取った牡蠣を洗ってきました。私いつもこういう量が多い時はめんどくさいので台所じゃなくてざるに入れたままお風呂場のシャワーを一番熱くしてザーッとシャワーで流して洗ってます。その方が断然早いですし綺麗になって、水圧も台所のキッチンのシャワーより全然圧力ありますし水圧ありますし、で早く一気に洗えるので、このまましばらくお風呂場に置いとけば乾いてきたりもしますので。では次は皮を剥きたいと思います。
いしょ。包丁とピーラーでまず根元の部分を少し剥きます。でもし無農薬の牡蠣でしたらこの皮も捨てずに取っておいて、私ぬか漬けに使ったりしてます。ぬか漬けでも浅漬けでも干したこの皮を入れておくと風味が良くなって甘みが出て美味しくなるので、もしくはミルとかで乾燥した後に細かくして置いておくと、例えばカレーとか料理とか入れると甘みがついて美味しくなるので、スパイスとして栄養もすごく皮にはありますので。でヘタの周りを包丁で切ったら、あとはもう剥いていきます。こんな感じにきれいにしてきた。でこの剥いた牡蠣を熱湯消毒していきます。最初熱湯消毒めんどくさかったのでアルコールスプレーでだけでいいかなと思ったんですけど、で作ってみたりしてるうちにお湯で熱湯消毒、沸騰したお湯で3秒か5秒ぐらいつけて、でさらにアルコールスプレーした方がなぜか仕上がりが変色せず綺麗に仕上がって、しかもカビも生えないのでダブルで殺菌していきたいと思います。お湯で熱湯消毒とさらにアルコールで。では早速、よいしょ。では沸騰させたお湯に牡蠣を入れて消毒をしていきます。だいたい3秒か5秒ぐらいお湯に入れて引き上げます。では熱湯消毒した牡蠣を次はアルコール消毒したいと思います。この両方することによって本当に変色が防げて美味しくなるので、カビも生えづらくなるので、この果実酒用のリカを使います。ボウルにドボドボっと。でこれ後で飲んじゃうので、私はもしくは霧吹きで焼酎でもホワイトリカーでも何でもいいんですけど、スプレーしてもいいですし、私の場合めんどくさいのでこれでドボッとつけていきます。アルコールのプール。でこうするとほとんど今のところカビが生えたことはないです。特にヘタのところがちょっとカビやすいので、ヘタのところも普通熱湯消毒だけでいいと思うんですけど、熱湯消毒プラスこのお酒に焼酎かホワイトリカーにつけることによってさらにカビにくく、何やら仕上がりの色が綺麗になるというか変色が減るので、私はこうしてつけてますね。では次はこの柿を干していきます。ナイロンのビニールの糸でもいいんですけど、この100均で買ったできればこの焼き豚とかに使うタコ糸、コットンのやつ、これで干すとすごく簡単なので、この端っこの方は物干し竿とかくくりつけるので長めに取っておいて、このタコ糸の
よってある糸を広げて輪っかに広げます。輪っかになるので、ここにこの枝を広げると糸が輪っか状になるので、ここに枝を差し込んでいきます。別に一個一個結んでもいいんですけど、この方法だと全部ほどかなくてもすぐ取れたり簡単なので、穴に通したらこれをぐるぐるって3回ぐらい回せば止まるので、でこれでどんどん作っていきます。でだいたいこの辺またくっつかなければいいので、また広げて、引っ掛けていくだけ。広げた穴に棒を差し込んで3回ぐらい巻く。で出来上がりで、この先っちょのところは普通に肩結びで輪っかを作って物干し竿とかに引っ掛けれるようにしてます。これで全部紐をつけ終わりました。で茎が取れてしまった柿の場合、このクリップを使って吊るすことができるので、クリップを広げて、よいしょ、こうやって広げて、茎が取れてしまった柿にこの根元にぐさっとよいしょ、このヘタの下を通すようにクリップを通して、よいしょ、でペンチで留めてもいいし、こうやって通すだけでも引っかかるので、ちょうどこの三角になったところ、こんな感じでここに紐を通してくくれば、こんな感じで、この位置、これがさっきのクリップのやつ、こんな感じで紐につけ終わったので、これをベランダに干していきたいと思います。で熱湯消毒をして、さらにホワイトリカーでも消毒してるので、めったにかびることはありません。なるべくでも風通しのいいところに干して、で直射日光が当たりすぎると色が日焼けで悪くなったりするので、本当に軒下みたいなのがあれば一番いいですけど、半日陰だったり日陰のところにで風通しがいいベランダとかに干していただいて、で雨が降ったら部屋の中に入れて、できれば扇風機に当てたりとか、最初のうちはある程度乾いてくればかびる心配はなくなってくるので、毎日様子を見て干していきたいと思います。ベランダに干し終わりました。物干し竿にちょうど引っ掛けて、でこれで様子を見ながらかびてないかとかで、1週間ぐらい経ってだいぶ乾燥してきたら揉んであげると中が均一に柔らかくなるので、
で剥いた皮も干してます。でこれぬか漬けに入れたりカレーのスパイスに使ったりするので、干し柿を干して3週間目、雨の日以外はずっと外に夜も干しっぱなしで3週間経ったので、ちょっと見てみたいと思います。いいですね、ちょうどいい干し加減で、だいたい時々触ってみて、干しすぎると硬くなってしまうので、ただ干しが足りないとカビて保存中にカビてきたりするので、いいですね。しっかり外が乾いて中は柔らかい、硬い、ちょっと硬めのグミみたいな感じです。で干してる途中に時々揉んであげると中が柔らかくなるので、でもちょっとまだ柔らかいかな、もうちょいかな。あと数日干して干し上がりとしたいと思います。美味しそう。ス